前回のあらすじ、京極の宣言について話し合っていた時、機動隊に向かって1台のバイクが転移してくる。そのバイクは爆弾を機動隊に向けて投げつけていく。大きな被害を受ける機動隊をよそにバイクは転移で去っていく。撤退を決めた警察だったが、その前に白鳥と一緒に突撃をすることに。そして白鳥は修羅組のビルへ入っていった。いきなり組員が、とかはなさそうだね。左に事務所のドアがある。玄関から続く通路は奥で右に曲がっている。村上刑事が率いる狙撃隊9人は緊張した顔をしている。狙撃隊が突入していいのかな？人の気配がない。やはり京極たちは異次元空間にいるのか。そういえば、そんなこと言ってたね。すんなり中に入れたことは、奴らが何か仕掛けをして待っている証拠です。京極たちは戦いに有利な場所で待ち伏せしているはずです。あまり狭い場所に長くいない方が。京極は白鳥たちと戦うために待ち構えているはずだ。そうか、白鳥が妨害しようとしてるの分かってるんだっけ？村上さん、相手が超能力者だと危険ですから、狙撃隊の方は後ろに位置してください。島田さん、予感を感じたら知らせてください。室長、今のところ危険を感じる気配はありません。このまま移動しても大丈夫ですよ。村上さん、移動しましょう。じゃあ、奥の事務所に行ってみよう。事務所のドアを開け、白鳥たちは中に入った。あれ？ここにも誰もいない。タバコの煙がかすかに浮かんでいるが誰もいない。俺たちがこの部屋から出ていけば、また新しいタバコの煙が漂うかもしれない。上で京極たちと戦えば逃げ道が断たれてしまう。そうなると、京極と戦って勝つ以外に外には出られそうにないというのか。タバコの煙がまだ残っている。私たちがビルに入るのを見て、京極に知らせに行ったようだ。この前の時は、ここで若い連中がたむろしていたのに、今は誰もいません。急いで2階に行きましょう。京極たちは瞬間移動もできる超能力者がいますから、部屋を調べるも無駄のようです。危険ですけど、京極の懐に入らなければ修羅組の人たちは現れないと思います。白鳥さん、上に行こう。ここにいても時間の無駄だ。白鳥たちは事務所を出た。じゃあ進んでいこうか。白鳥を先頭に通路を前進した。白鳥先頭でいいのかな？ 2 階に上がる階段フロア。私にも異質な波動が感じられます。敵の超能力者が近くにいるようです。上に上がれば京極と戦うことになるのですね。嫌でも身震いがしてきますね。白鳥は階段を上がろうとしたとき、白鳥たちの目の前に黒い巣のようなものが舞い落ちてきた。何あれ？巣は渦巻くように大きく広がり、階段を消し全てを闇に覆い隠し始めた。渦は闇を作るように広がっている。村上刑事は生まれて初めて超常現象を目の当たりに見たので後ろに下がってしまった。すごいエネルギーだ。渦の中に超能力者がいるのか？誰でもいいから早く探し出してくれ。超能力者の波動で作られた闇の渦は人間を吸い込み異次元に送るかもしれないが、異次元トンネルが完全になるまでにはわずかな時間だが残されている。対策を考えなければ。超能力者の波動が渦巻いている。白鳥さん、渦に巻き込まれるのは危険だ。下がりましょう。渦は永遠の闇を作り出している感じだ。蛍光灯の光も吸い込まれ、渦の中は何も見えない。大きくなりながら近づこうとしている。渦の中は台風の目と同じエネルギーに干渉されない場所があるはずです。白鳥三大超能力者はそこで集中力を高めネオを放出しているはずです。白鳥さん、私たちは共同で戦わなければ闇の渦を破壊することはできません。一人で渦の中を調べても探せません。俺一人の PK で闇の渦に挑戦しても、渦潮に石を投げたのと同じで PK エネルギーは吸い取られるだけです。室長、急いで作戦を考えてください。急にせっつかれても。白鳥は考えた。今なら闇の波動の渦に近づいても吸引力は弱い。剣竜と雪のテレポートなら吸い込まれても戻れる。また PK は風間と剣竜が優れているが、雪の PK は2人に比べて弱い。渦の目に隠れた超能力者を探すには雪と宮崎の投資があれば見つけることができるかもしれない。またお互いの連絡はテレパシーでできるが、超能力は一度に2つ以上使うと能力は落ちてしまう。テレポートして近寄り、投資で超能力者を探して、テレパシーで連絡を取り、PK で倒す。できた。あとは4人の組み合わせだ。あれ？これこっちで選ぶのか。1の案、剣竜と風間、雪と宮崎。2の案、剣竜と宮崎、雪と風間。雪と宮崎で探して、
剣竜と風間で攻撃。かな。剣竜と風間、ユキと宮崎が渦の中にテレポートした。剣竜は渦の中へ吸い寄せられるたびに瞬間移動して現状を維持し、ユキのテレポート信号を待っていた。ユキは宮崎と共に瞬間移動をしながら闇に隠れた超能力者を探している。波動の動きが静かになりました。ここが渦の目だとすると超能力者は闇のバリアに隠れています。私の投資力はレポート中なので、宮崎さんが調べてください。いました。奴は念打ちした時の6番目の男です。私の投資波にユキさんの投資波を重ねてください。同じ光の波長なら、ユキさんにも見えるはずです。念を集中しないでも見えます。超能力者は集中力の限界に達しようとしています。剣竜さんにテレパシーで知らせ、攻撃しないと間に合いません。剣竜さん、闇の超能力者を発見しました。私の PK を超能力者に向けますから、目標を確認しましたら急いで攻撃してください。ユキさんの PK が奴のバリアに敷かれているのが見えます。あとは俺の PK で仕留めますので、ゆっくりと見物していてください。風間は勇んで PK を発した。闇のバリアは明るく輝いたが破壊することはできなかった。風間の第2第3の PK が発せられたが同じ結果に終わった。剣竜も PK を発したがバリアを破壊することが不可能だった。風間さん、あのバリアは強力だ。私の念を風間さんの勃起に乗せ、同時に発しましょう。心を一つにすれば倍以上の力に達します。今度こそいける？剣竜と風間のダブル PK が闇のバリアを襲った。バリアは発光に包まれ一瞬にして消え、超能力者も跡形なく破壊されてしまった。その瞬間、闇の渦は己を飲み込むように消えた。倒したみたいだね。だけどいつの間にか白鳥が指示役みたいになってるみたい。多分、京極は奥まで誘い込むつもりで罠とか仕掛けていると思うんだよね。この演出長くない？ちょっと早送りしましょう。剣竜とユキはテレポートを最大限にして脱出することができた。皆ご苦労だった。敵の超能力者が集中力をもっと修行していたら、今度は闇の次元で漂流していたはずだ。村上さん、第一段階は無事通過できましたね。白鳥さん、光の戦士が現れたことは闇の戦士も現れることですね。近い将来、地球上は超能力の戦いで全てが破壊されてしまう。もう警察が役に立つ時代が終わってしまったのか。さすがに一般人には必要だと思うけど。京極は自信ありげでした。奴らの超能力が前もって分かれば楽に戦えるのだが、一つ一つ戦うしかないようですね。白鳥さん、里見さんが囚われていますから京極は利用してくるはずです。作戦は慎重に立ててください。はい。いつの間にか責任重大に。いつまでも勝利に浮かれてはいられない。京極たちにゆとりを与えれば戦いはきつくなるので2階に急がねばならない。白鳥たちは階段を上がっていった。2階に着いたけど、誰もいないね。白鳥さん、ここも人の気配がありません。奴らは人質がいた3階で一気に鉄線を吸うつもりかもしれません。確か私が感じた異次元の3階でした。俺が連れ込まれたのは手前の右の部屋でした。結構広かった記憶がありますが、汚れていて不衛生だったことだけは間違いありません。3階に行きます。村上さん、後方の見張りを厳重にしてください。白鳥たちはそのまま3階の階段を上がった。白鳥たちが階段を登り切ろうとしたとき、何あれ？ロッカー？大きなロッカーが滑るように現れ、今にも倒れ落ちそうに傾き止まっている。物体移動を使う超能力者なのか、ロッカーから目を離さないようにしてください。私は力でロッカーの落下を防いでいますが、相手の超能力が強すぎていつまで持つか分かりません。超能力の物体移動だ。PK で破壊しましょう。風間は PK を念じた。ロッカーに穴が開いた。ちょっと弱い？PK で開けられた穴が、元通りに塞がり傷一つ見えない。奴らの中に復元能力の超能力者がいる。京極は全てを見抜いて塔を張っているのか。塔を張っている？
調べたら塔は心の内などの表現に使うそうですが、導水とかだよね。策を張り巡らしたって感じかな。ケンリュウさんの力と私の物理移動の力を合わせても止めるのが精一杯で移動させることは不可能です。白鳥さん、このままでは動きが取れません。ロッカーの落下を防ぐため、剣竜と雪の力を使っている。新たな敵が現れる前にロッカーを始末しなければいけない。室長、予知能力が起きました。場所はどこかわかりませんが、組員が大勢、銃を乱射して迫ってくる予知映像が見えました。まずい。これ多分挟み撃ちする気じゃない？島田さんの予知能力は階段の下だ。村上さん、2階の部屋に組員がテレポートされ攻撃してきます。いつでも応戦できるようにしてください。島田さんの予知能力では、組員が銃を持って襲ってくるそうです。このままでは戦うことはできない。白鳥さん、どうしますか？島田さん、敵は上からですか？それとも下からですか？敵が現れる前に襲ってくる場所が知りたいんです。少なくとも、組員は下からしかないでしょ。白鳥さん、俺は下に降りる。組員が現れると分かって戦うのだから楽勝だ。組員が下から襲撃してきた。狙撃隊の銃声が一斉に鳴り響くと同時に修羅組員のマシンガンも途切れることなく鳴り響いている。村上さんは苦戦しているが、風間さんは上からの攻撃に備えてここで待機してください。風間さん、私はロッカーを支えるだけで精一杯ですので、下は村上さんたちに任せて上からの襲撃に備えてください。敵は下から襲撃してきたのか？室長、村上さんの応援に行かせてください。白鳥さん、村上さんたちが苦戦していますので様子を見に行ってください。ロッカーのことならまだ大丈夫です。大丈夫かな？様子を見に来たけど。うわ、倒れてる人がいっぱい。途切れた？うわ、出てきた。あんな感じで転移してきてるのかな？通路の奥に組員の死体が山のように倒れているが、テレポートで現れる組員の数は増えるばかりだ。白鳥さん、形勢は不利ですがテレポートしてくる組員にも限りがあるはず。ここはなんとか我々が食い止めるから、早く3階に行ってください。村上さん、私たちはなんとか3階に行くようにしますので、無理な応戦は控えながら時間を稼いでください。早く、あのロッカーをなんとかしないと。闇の渦の戦いで風間さんの PK を知り恐れたので上からは攻撃をしないのです。風間さんが村上さんの応援に行けば必ずロッカーを動かし襲ってきます。でも、どうしたらいいんだろう？確かに闇の渦の時の PK は相手が消えましたが、剣竜さんと同時に力を放ったから PK に変化が起きたのです。待ってください。確か、あの時は相手のバリアを破壊しようと PK 波を拡散して包むように放ちました。そうか？ロッカーを PK 波でくるめば破壊現象に変化が起きることになる。闇の渦の時に比べ、今は気力に満ちています。拡散 PK 波がどんな現象を起こすか、楽しみに見ていてください。風間は念を最高に集中させ放った。あれ、穴開いた？ロッカーは一瞬に消え、サビのような粉が舞い落ちて床に積もった。なんとかなったみたい。成功だ。3階に急げ。白鳥たちは一気に階段を登った。白鳥たちが一丸となって3階に上がった時には、超能力者や組員など誰もいなかった。非常なようだが村上さんを信じて、ここで情勢を見守りましょう。剣竜さんが下に行けば奴らはテレポートで襲ってきます。耐えてください。室長、俺は下で村上刑事と一緒に組員と戦ってきます。剣竜さん、3階をよろしくお願いします。風間は飛ぶように階段を降りていった。投手力はもともと得意ではない上、今の体力ではとても使えません。剣竜は結構消耗してそうだね。ゆきさんの体力はまだ回復していません。今、超能力を使えば回復が難しくなりますから、もう少し休ませてあげてください。そっか、山地もヒーラーとしていたんだっけ？京極は俺たちの力を試しているのか、罠を仕掛けて楽しんでいるように感じる。一気に攻めてこないのは、奴の力に余裕があるのかもしれない。また予知映像が浮かんできました。コンクリートの天井がひび割れて私たちの上に落ちてきましたが、映像が途切れてしまい再び現れたものは私だけが闇の中に漂っていた映像だけでした。多分、死後の世界かもしれません。死んじゃうの？島田さん、予知された事例は今すぐに起きるとは限りません。あまり気にしすぎると力が落ちてしまいます。銃声が止んだ。川村さんと島田さんは開花を調べ、すぐに報告してください。風間が疲れた様子で戻ってきた。変ですね。先ほどまでテレポートで現れる組員があまりにも大勢いたのに今は誰も現れないですよ。狙撃隊員は8人死亡で村上さんを含め残りは全員重傷です。すぐに手当てをしないと危険です。うわ、そんなに？風間さん、
ご苦労様でした。まず村上さんたちを病院に連れて行かねばならないのだが、京極たちに待ち伏せされる危険があるかもしれない。ユキは疲れているが、村上たちをテレポートで病院まで運んでもらうしかない。広間に全員が入れば次元の外にいる京極とはいえ、ユキに注意は向かないはずだ。広間には罠が仕掛けられているはずです。京極は俺たちが入れば、開花のことなどに構っていられないでしょう。ユキさんはテレポートで村上さんたちを病院に運んでください。白鳥さん、村上さんたちを病院に運んだらすぐに戻ってきます。広間の戦いには必ず京極が現れると思いますので無理な戦いをしないでください。ユキさん、村上さんをお願いします。皆、部屋に入ったら天井に注意してくれ。さあ、行こう。白鳥たちはユキを残して、部屋に突撃するように入った。結局警察は、ここまで誰もたどり着かなかったね。白鳥たちは広間に入った瞬間、立ちすくんでしまった。投資では誰もいなかったはずの広間に、京極たちが待ち構えていたのだ。別次元とかから出てきたの？修羅組の組員があれほど頼りないとは、超能力者以外の人間を信じた私がバカだった。それにしても異次元物体移動を破るとは、白鳥軍団のチームワークは見事なものだ。あなたと主義主張が違う以上戦いは避けられませんが、超能力者ではない里見さんを巻き添えにするのは間違っています。里見さんは私の目的を達成する重要な鍵を握っている方なので、手放すわけにはいかない。それに里見さんも私と共に行動することに賛同してくれた。そうなの？里見さん、京極は地球上のすべての人間を殺しかねない独裁者を夢見ている人間ですよ。あなたはそんな京極たちと共に行動するというのですか？広間に京極を中心に小沢、林、金井、住友と初めて見る2人の男が並んでいる。里見は小沢の後ろに隠れるようにしている。私は地球を救うために地球上の人口を減らそうと言っているだけで、誰が独裁者になりたいと言った。あなたたちは闇の波動に侵され正しい判断すらできないのか。なるほど。京極の方も、相手は闇に侵されているって言ってるんだね。里見は京極と共に行動するために生まれてきた同波長の人間か？それとも京極に洗脳されたのか？室長、京極は相当なやつで意識は読めませんが、京極の横にいる2人の男が互いに意識を読み合っています。異次元核とか、次元をどこに設定しようかとか意味が不明です。幻覚？警察の資料にもない2人の男は異次元核の超能力を使うようだ。あれ？これもうやられてるんじゃない？突如、広間の中は闇となり、京極たちの姿も見えなくなった。白鳥さん、広間の次元が変わっている。次元が違うって飛ばされた感じ？室長、京極の姿も消えている。ここは白組ビルの広間ではないようです。皆、体が触れ合うようにして離れないようにしてくれ。室長、私たちは奴ら2人が戦いやすいように作られた異次元核空間にいるようです。川村さんが2人から呼んだ異次元核とはこのことです。室長、京極の姿も消えている。ここは白組ビルの広間ではないようです。暗闇に小さな光が見えた。何あれ？獣だ。皆、伏せろ。風間は飛びかかってきた獣に勃剣を振るった。目と鼻の先の距離だというのに俺の刀先をかわせるはずがない。獣も減退か。でも、きっと、実体の攻撃も混ざってるよね。風間さんの拡散 PK で獅子を包み、剣竜さんの PK を放出すれば、獅子が減体であっても逃げられず破壊できます。減体を破れば実体といえども無事ではいられないはずです。相手は減体です。白鳥さんの波動エネルギーで私たちの念の力を最大に上げたいのです。集中力を高めれば念が高まり波動の力も大きくなります。その時に命令してください。集中力グラフで白鳥の波動が最高に達するまで、0、キーを叩いてください。獅子は今にも飛びかかろうとしています。時間がありません。うわ、連打？獅子は殺気を感じたのか、風間、剣竜の PK が放射する前に白鳥めがけて飛びかかった。こっち来た？分身？宙を飛ぶ獅子は3匹の獅子に分身して襲ってきた。真ん中の獅子に殺意の意識があります。
風間と剣流の PK が中心の獅子に放射した。獅子の体が激しく光り輝き、闇に包まれた異時空間までもが真っ白になった。あれだけの PK に包まれながら獅子は破壊されることなく元の場所に戻り身構え直していた。この異時空間では PK の効果が弱くなっているようだ。獅子は PK を浴びながら破壊もされず元に戻っている。それにしても私に飛びついた右の獅子は減体とは思えない。ものすごい重さを感じて倒れてしまった。実体の方にうまく当たらなかった？獅子は PK で相当きつけつけられています。実体の獅子が PK を受けたため、左右の減体の獅子は攻撃寸前で消えたのです。減体に PK を放出していたら無事ではいられなかったはずです。超能力者の獅子は PK に怯えていますか？元の次元に逃げ戻れば強国に攻め殺されるので、奴の心は恐怖に乱れています。この調子でいけそうかな？獅子の殺気は弱っている。奴らに都合のいい次元とはいえ PK の破壊力を感じないはずがない。室長、俺一人で獅子と戦わせてください。 PK を勃剣に託して奴を切れば倒せる気がします。一人で大丈夫？風間は呼吸を整え獅子にゆっくりと近づいていった。獅子は待つのを耐えきれなくなったのか風間に飛びかかった。その時風間は PK でオーラのように燃えた勃剣を突き刺すような構えで獅子に向かって跳ねた。いけた？風間の勃剣は獅子の喉を突き通した。その瞬間異時空間は激しく光と闇が交差した。獅子は死んだのか異時空間は真の闇になった。あの獅子を倒せば異時空間も消えて戻れると思ったが、剣龍さん脱出できる超能力はありませんか？この異時空間が縮まり出したみたいです。このままでは全てのものが圧縮されます。それはまずい。室長、気圧が高くなり耳が変になってきました。早くここを脱出しなければ殺されます。私の作った異次元核空間の道場で風間さんが精神修行をしている時、私の幻覚に PK を放射しました。そのため私は急激に疲れて異時空間が溶けてしまいました。闇を敵として PK を放射し続けたら異時空間を念じている超能力者は疲労して異時空間を解いてしまうかもしれない。それを試してみるしかないかな。風間と剣龍は闇に向かって PK を放射した。その瞬間異時空間は光り輝いた。戻れるんじゃない？光が消えた時異時空間はシュラクミビルの広間に変わり、異時空間を作っていた超能力者は京極の足元に倒れていた。京極は無念の表情で白鳥を睨んでいる。あと少しで貴様を倒せたというのに彼女がいたことを忘れていた。こうなれば私の力を使うしかないようだな。彼女？村上さんたちを病院に運び、3階の広間にテレポートしようとした時、広間に白鳥さんたちが消え、京極の隣の超能力者が根を集中しているのが見えました。しばらく様子を見ていると超能力者が異次元核が破れたと叫び、京極が異時空間を圧縮して白鳥たちを潰せと怒鳴り始めたので、ようやく状況を知ることができました。京極たちは異時空間に神経を集中していたので、広間にテレポートして異時空間を作る超能力者に PK を放ちました。その瞬間、白鳥さんたちが広間に現れたのです。白鳥、貴様はここまでは月だけで切り抜けられたが、今度ばかりは超能力の恐ろしさを知るはずだ。お前たちの超能力を全て集結させても防ぐことができるかな。はははは。京極、お前の超能力がいかに優れていても所詮闇の波動に侵された力。俺たちには光の神メビウスの加護がある。今までの危機を乗り越えられたのもそのためだ。この場に及んで神に頼るとは。白鳥、私の超能力の破壊力を見れ。これは予知のやつ？広間にビルを揺り動かすような不気味な音がした瞬間、天井のコンクリートにひびが走り、轟音とともに崩れ落ちた。白鳥たちは逃げることもできずに床に伏せた一瞬の出来事だったため、剣龍も雪も物体移動の力でコンクリートの塊を防ぐことはできなかった京極は白鳥たちの恐怖の顔を思い出し、満足そうな顔で広間に積もったコンクリートの塊を眺めていた時、コンクリートの塊がゆっくりと持ち上がり始めた。京極の顔に恐怖の色が流れ出した。超能力のバリアが張られている。これだけのバリアを一瞬に作れる超能力者がいたとは。剣龍、ユキか、まさか白鳥に超能力が。剣龍さんがバリアを張っているのですか？違うのですか？ではこのバリアは白鳥さん、超能力が目覚めなのですね。多分バリアは俺の力かもしれない。体が異常なほど気で満ちているが、これが超能力。剣龍さん、これからどうすればよいのですか？
集中力を高めればコンクリートはもっと高く持ち上がります。意識を強北たちに向け集中力を高めればコンクリートは強北に向かって動きます。室長、島田さんは気絶して寝ています。余地で死ぬと言ってましたが気を失っただけですよ。なんて人騒がせな。コンクリートの山が白鳥の力でゆっくりと強国たちに向かって動き始めた。ついに白鳥の隠された超能力が覚醒した。あなたは白鳥の超能力のパワーを上げるために、キーを叩いてください。またレンがくそ、貴様の超能力が目覚めぬ前に始末しようとしたが、全て失敗に終わったか。ここで戦うことは地球が破滅する危険がある。私たちは、百鬼に導かれ与えてくれた世界、異次元、カオスで貴様たちを待つ。私と本当に戦う力があるのなら来られるはずだ。ふふふふ。京極は不敵な笑みを残して、里見、小沢、住友、林と共に広間から消えた異次元カオスにテレポートしたのだ。逃げちゃった？気を抜いてコンクリートを下ろしてください。あ、そうか。あげたままなんだっけ？超能力を自由に操るのも大変ですね。剣龍さん、異次元、カオスに簡単に行くことができるのですか？強国と戦うなら、今テレポートしないと見失います。テレポートなら強国を終えるってことかな？強国たちを追いかけよう。テレポートで飛べるのは4人だけか？剣龍さんは風間さんを、ゆきさんは俺を運んでください。宮崎さん、島田さん、川村さん、山地さん今まで一緒に戦ってきて。ここで別れることになりすまない。必ず戻ってきますから後のことはよろしくお願いします。白鳥とゆき、剣龍と風間は、強国たちの残留波動を求めてテレポートをした。そっか、みんなではいけないんだね。突然ですが話も佳境に入ったところですが、この上巻の幕を閉じることになりました。下巻では異次元、カオスの戦いです。そこに待ち受けている白鳥たちの運命はいかに、果たして強国の野望は成就するか？それでは最後に、下巻の予告編をどうぞ。予告編は最後に回しましょうか。長く続いたデストラクション上巻ですがどうでした？こんな途中で切られるとは思わなかったよ。最後の方は完全に超能力バトルだったね。下巻もそっち中心なのかな？異次元に行くところでしたからそうなんでしょうね。最近は少ない超能力ものの雰囲気があって楽しめたよ。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。この後、下巻の予告ですよ。超能力戦は異次空間の世界にまで広がった。下巻では異次元、カオスの世界で超能力戦と超化学兵器との戦いが待ち構えていた。白組、超能力軍団が休む暇なく襲ってくる。白鳥たちは強国たちに勝つことができるのだろうか。刻々と闇の波動が地球に覆いかかってくる。果たして地球の運命は？そして白鳥たちの運命はいかに？